平凡な家族たちが夢のセカンドハウスのため、築50年超えのボロ古民家を買いました。100日間での完成を目標とし、DIY でリノベ、リフォームをしています。じじ、ばば、私たち、子供たち、3世代、3世帯家族による古民家再生物語です。皆様こんにちは。東京在住のごく平凡な家族たちが3世帯でお金を出し合い、一軒のとある古民家を購入しました。今回はこの家を購入して半年が経ちましたので、これまでのリフォームの過程を総集編としてまとめました。まず簡単に、この物件の購入当初の状態をご紹介します。築50年超えの古民家で、敷地面積に150坪、建物面積120平米ほどの家です。大手不動産サイトで発見し、東京からの距離や周辺環境などが気に入り格安で購入しました。昭和の雰囲気が感じられる内装。ボロボロの床。直すところはいっぱいあるけど、日当たりの良い縁側や広い庭など、ポテンシャルは秘めております。東京から通いでの週末 DIY、限られた時間の中ですが、半年間でどのような変貌を遂げたのか、その成果をご覧ください。まず最初に取り掛かったのが庭の整備です。250坪ある庭ですが、長年放置されており、ご覧のようなジャングルと化していました。本当はこの辺りに大きな物置が2つあるのですが、現状全く見えなくなってしまっています。家の奥側にもスペースがあり、こっちは藪で覆われていて入っていけない状態です。残す木と伐採する木を選別し、すっきりさっぱりさせちゃいます。まずはチェーンソーで伐採していきます。実は私たち、こういった外仕事には心強い味方がいるのですが、そのためにある程度先に伐採し、スペースを作っておきます。変な街灯が出てきたり、野生のキジがいたりと、なかなか一筋縄ではいかない作業でした。中でも、この藤の木は厄介でした。至る所に枝を伸ばして、もう取れない。藤は安易に植えてはいけないと、心に刻みました。これくらいの中高木もどんどん伐採して、少しずつですがすっきりしてきました。ここでついにユンボ到着です。心強い味方とはこいつのことでした。実はジジはユンボに乗って40年のベテランで、この日はユンボとランプをチャーターしてきてくれました。人力では骨が折れるバッコン、ユンボならひとひねりです。枯れている木、弱っている木も多く、倒木などの危険性もあるため、この機会に伐採しました。中にはこんな大物もありました。ユンボの力は偉大です。太めの枝や幹は薪として活用。それ以外の細かい枝葉は、穴を掘って埋めるという荒技を使いました。これはあまりおすすめできるやり方ではありません。ネットでも土に帰るから問題ないという方もいれば、シロアリが湧くからやめた方がいいという意見も、まさに賛否両論。埋めてから半年。特に何の異常もないですが、やるときは自己責任でやりましょう。奥のヤブゾーンをユンボでかき分けて、なかなか手作業では入っていきたくないところでも、ユンボなら楽々です。たった1日でこんな綺麗になってしまいました。もし手作業で作業していたらと考えると恐ろしいです。最後の仕上げに子供たちが遊ぶようなお山を作ってもらい、こんな感じですっきりさっぱりです。土地の境界部分は目隠しにもなるので残しました。物置もようやく姿を確認することができました。拳の木は良い雰囲気だったので残して、お庭のシンボルツリーにしました。これから植物なんかも植えていって、庭作りも楽しんでいきたいと思ってます。庭整備も終わり、内装作業に取り掛かろうと思っていた矢先、悲劇は突然起こりました。結構な雨が降った次の日、家に来てみると床が濡れていたんですよね。これはもしかしてと思い、
天井のクロスを剥がしてみると、恐れていた事態が起きてしまいました。雨漏り修理は難易度も高いですし、業者に頼んだとしても高額になることが多いので、できれば避けたかった。とは言っても起きてしまったことは仕方ないので、天井を解体して雨漏り原因を探ることにしたのですが、どこからというか、全体的に滲み出てる感じです。これが分かったとき、かなり落ち込みました。しかしこれくらいで足を止めるわけにはいきません。この程度で諦めるくらいなら、最初からこんなボロ古民家買っていないのです。ネットで雨漏りの修理方法を調べ上げ、屋根のルーフィングを交換することにしました。もちろん全ての屋根を吹き替えるのが理想的ですが、今回は一時的な改善策として、雨漏りの疑いがある 8×5 メーターほどの範囲を交換していきます。瓦を外して、桟木を撤去し、古いルーフィングも剥がしたら、新しいルーフィングを敷いていきます。屋根の下地材のの地板が腐ってなかったのが幸いでした。下地の状態は良さそうだったので、雨漏りしてまだ日が浅いということでしょうか。運が良いのか悪いのか、大ごとになる前に対処できてよかったです。私は高所恐怖症なのですが、今回は雨漏り箇所が平屋部分だったので、なんとか DIY で作業することができました。費用もルーフィングと桟木用の木材で1万程度とかなり安く済みました。男3人で丸1日かかってしまいましたが、無事に作業を終えることができました。最後に散水テストをしてみます。やった！これでしばらくは安心して過ごしていけそうです。予想外の修理で遅れを取りましたが、ようやく内装作業に着手します。まずは生活の基盤となるリビングダイニングキッチンから取り掛かります。この部屋で約20畳くらいあるのですが、隣の和室との壁を取っ払い、さらに開放感ある空間にします。もちろん壁の解体など人生で初めての経験です。初めは少し壊すのをためらいましたが、やってみるとちょっとしたストレス解消みたいな感じで楽しくなってしまいました。明るく開放的な空間になりました。まだ解体は終わりません。キッチンとリビングの境にある垂れ壁も解体します。さらには天井も解体し吹き抜けにします。なぜかアンメルツも出てきましたが、埃にまみれながらも解体は順調に進みました。解体が終わると、なかなか良い感じの梁がお目見えしました。天井裏の状態も悪くなさそうです。最後に床も解体します。古民家でよくありがちなのが、シロアリで土台がボロボロといったケースですが、この家も築50年超えなので、当然そのリスクはあります。状態によっては土台交換など、今後の作業にも関わってくるので、全貌を見るまではドキドキしました。床の解体が終わりました。気になる状態ですが、塚が石の上に乗っていたりと、時代の古さは感じますが、見た感じシロアリはいなさそうだし、土台もこのまま使えそうです。合板を張る前に、床下周りの細かい作業をやっていきます。まずはキッチンの排水管が床の上を通っている状態なので、床下を通るように作り変えます。排水管の交換も初めての挑戦でしたが、意外と簡単に交換することができました。お次は床下に防湿シートを敷いていきます。ご覧の通り、この家は布基礎なので、地面からの湿気がダイレクトに上がってきます。それを少しでも軽減できたら良いなと思います。根太はこのまま使うので、残してあるのですが、この作業にはとても邪魔でやりにくかったです。床下換気口も2箇所、壊れてない状態で、何でも侵入し放題だったので新しいものを設置します。案の定、小動物が入り込んでいた気配が。ネズミ。
ハクビシンとかでしょうか。以前にも超ビッグサイズのクモがいて腰を抜かしかけたなんてことがありました。田舎暮らしはしたいのだけど虫は苦手という何とも言えない矛盾を抱えております。これで得体の知れない気配に怯えずに済みます。見た感じでは全く気づかなかったのですが、バールでつくと土台がポロポロと崩れてきます。不安になったので全てをチェックしましたが、もう一箇所同じような感じのところがありました。土台交換も考えたのですが、まだ芯は残っており、スカスカといったわけではなく、しっかりと強度もあったので、交換せずこのまま使うことにしました。これ以上の被害を防ぐために、シロアリ駆除、予防剤を散布することにしました。シロアリの姿は確認できなかったので、シロアリのせいではないかもしれませんが、やっておくに越したことはないと思いますし、これで安心が買えたと思えば、安いものです。床下の細かい作業が終わったので、合板を貼っていきます。ここで知識のある方ですと、断熱材は入れないのか、という疑問が浮かぶと思うのですが、結論から言うと、床にも壁にも断熱材なしでいきます。もともと断熱材が入っていない家なので、この部屋だけ入れても意味があるのか、というところと、週末を過ごす家なので、そこまでの断熱性を求めなくてもいいのかなと思いました。もちろん断熱材分、費用も節約できますしね。というわけで、合板をカットしてひたすら並べていきます。仕上げは厚めの向くフローリングを貼るので、少しくらいの隙間は意思とします。これで人並みに歩けるようになりました。キッチンがなくなって不便になってしまいましたので、とりあえずの仮設キッチンを作って対応しました。天板は杉集積材、シンクは IKEA で調達。天板をジグソーでくり抜いて、シンクをはめました。IKEA の説明書の分かりづらさに苦戦しましたが、排水管も無事に接続。これで水は使えるようになりました。動画の後半では、もっとしっかりしたキッチンを作ります。床が歩けるようになったので、先に壁を作っていきます。天井は屋根なりに、勾配天井にするので、ここのつま壁部分を作っていかないといけません。天井が高すぎて届かないのです。脚立に乗っても無理だし、そもそも冒頭でも述べましたが私、高所恐怖症なので、脚立などという不安定な足場では、怖くて作業できません。ということで足場を作りました。ちょうど合板1枚分のスペースがあり、材料や工具なども置けるし、何より安定してます。ちょっと不格好ですが、使わなくなったらバラして再利用するため、カットせずに組みました。問題ない。ここからは下地を組んで、石膏ボードをひたすら貼っていく作業です。高所作業は想像以上に大変でした。足場へ登ったり降りたりで、容量は悪くなるし、高いところは怖いしで、できればもう二度とやりたくありません。天井のボード張りは、馬場にも手伝ってもらったりしたのですが、無理だ。無理。手がけなっちゃう。御年68歳、馬場はあまり戦力にならず、支える作業に徹しました。天井のボード張りもきつかったです。大工さんはこれを一人でやるみたいなので尊敬です。私は早めに諦めて、半分にカットして貼るという道を選びました。軟弱ですいません。これで長かった石膏ボード張りが終わりました。キッチン横の勝手口も使わないので塞いで壁にしちゃいました。まだ先の話ですが、いずれここに薪ストーブを設置予定なので、煙突用の穴を先に開けておくことにしました。壁を壊したのに、また壁がある。本来であれば外の景色が見えるはずですが、今外壁を壊したであろう部分がここなのですが、
どうやら壁が二重になっているようで、縁側部分を増築したのかなとも思いましたが、現状よくわかりません。穴あけは一旦保留とし、じっくりと考えてから作業することにしました。壁が出来上がったので、漆喰を塗って仕上げていきます。漆喰を塗るといっても、このまますぐに塗れるわけではありません。ファイバーテープをボードの継ぎ目に貼り、パテで凹凸をなくしていきます。素人施工のパッチワークのような下地でも、パテで埋めることでそれなりになりました。既存のベニヤ壁には、アク止めシーラー、石膏ボード部分には、島壁プライマーという専用下塗り剤を塗りました。プライマーが白いので、これだけでもだいぶ雰囲気が変わりました。ここでようやく漆喰の登場です。コスパ最強の大和漆喰です。攪拌機がないので、ビニール袋を使ってこねました。漆喰は家族総出で塗りました。コテで塗る人、手で塗る人、各々塗り方や仕上がりに個性が出て、なかなか面白かったです。適当にやっても、なんとなく良い雰囲気に仕上がるのが、漆喰の良いところですね。すべて塗り終わると、見違えるような雰囲気になりました。あと少しで完成が見えてきました。最後にフローリングを貼っていきます。ネットのセールで、無垢フローリングを格安で購入できました。厚さ 2.1 センチのやや厚めのパイン材です。薪ストーブを置くところは貼る必要がないため、先に木で囲っておきました。計画では2日くらいで貼り終わるかなと思っていたのですが、やってみるとこれがなかなか難しく、サネとサネがうまくはまらないんですよね。コツがあったようで、それをつかむまでは悪戦苦闘しました。そしてずっとしゃがんでの作業なので、足腰がバキバキに悲鳴を上げてました。朝から晩まで一人で黙々と作業し続け、トータル3日半かけて貼り終えることができました。やはり無垢フローリングは良いです。木の香りがしますし、肌触りも気持ちよし、苦労した分達成感は半端なかったです。部屋は仕上がったのでキッチンや家具を増作し、生活できるように整えていきます。まずここには家電などを置いておく棚を作りました。キッチンの窓枠が汚かったので、フローリングの端材を貼って蘇らせることにしました。中途半端な余りがもったいないなと思っていたので、うまく使えてよかったです。作業台としても使えるような大きめのテーブルを作っていきます。カフェ板5枚をつなげて1枚板にし、190×90 センチの大きめ天板ができました。綺麗に磨き上げ、ワトコイルで塗装。足には一部廃材を使い組み立てれば、これだけ大きければ大人数での調理もはかどりそうです。モルタルのままでも良いかなと思っていた壁面は白で塗ってみたら明るい印象になりました。キッチンは仮設で作っていたものを枠板などで補強しアップデートしました。壁に固定してしっかりと安定させました。木製キッチンで水には弱いのでウレタン塗装をして隙間にはコーキングを打ちました。これで水対策も抜かりなしです。このキッチン材料費5万円もかかりませんでした。キッチンはもっと高くつくと思っていたので、これは嬉しい誤算でした。スイッチ、コンセント、照明も新品に交換。
収納家具は古道具の棚や引き出しを配置しました。この家と同じくらいの年齢でしょうか。相性はバッチリですね。コンロは林内のバーモにしました。ちょっとお高いけど頑張って奮発。他にはないデザインに惹かれました。テーブルに合わせた椅子は学校の理科室で使われていたものです。この使い込まれた感じがたまらなく好きです。長かったリフォームもこれでようやく終わりました。最後にこの半年間の成果をご覧ください。購入当初はこんなにボロボロなキッチンでしたが、木のぬくもりが感じられる素敵なキッチンに生まれ変わりました。古い家に合うように設備などは最低限。昔ながらのシンプルなキッチンです。半年間の長い道のりでしたが、一つ一つ工程をクリアし、完成に近づいていく作業は最高に楽しく、充実した時間でした。とはいえ、まだたった一部屋完成したのみです。まだまだ DIY は続きますので、チャンネル登録、コメント、高評価などで応援していただけると嬉しいです。次回からは玄関、廊下の DIY に着手しようかなと思っていますので、お楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。